はい。皆さん、こんにちは。機械系男子の木内です。今回はですね、こちらの異邦人を読み終わったので、こちらを紹介していこうと思います。で、僕にとってはですね、この異邦人っていう小説はですね、ちょっと難しかったんですよね。海外文学久々に読んだってのもあるんですけども、やっぱりその、日本の純文学でも、よくわかんないのもたまにあるんですけども、日本の純文学も、わからないなりにもちょっとね、伝わってくることがあるんですけども、海外文学ってのはやっぱり何かね、なんか引っかからないようなところがあったりするんですよね。そこら辺がね、ちょっとついていくとか想像するのが難しかったかなって思います。で、その中でもね、気になったところっていうか、自分が刺さったところをですね、お話ししていこうと思うんですけども、簡単にこの本の内容を紹介すると、ざっくり言っちゃうと、主人公がですね、殺人を犯しちゃうんですね。で、その殺人を犯して裁判にかけられるんですけども、その裁判の内容がですね、だんだんとその、殺人自体、罪を犯したことに対してよりかは、主人公、罪を犯した本人の、考え方とか、行動とかね、もっと言っちゃう神を信じてるか信じてないかみたいな、そういうね、方向になんか論点が変わっていくんですよね。たまたまね、その主人公の殺人を犯す前に、母が死んでしまって、母の葬式に参列したんですけども、そこら辺のその葬式関係の人も呼ばれて、その主人公の行動とかを証言を取っていくんですけども、主人公はね、母の死に対して涙を流さなかったとか、あとはその、疲れて眠そうにしていたとかっていうことを書かれてて、主人公は母が死んでも心を痛めないような、そんな人の心を持ってない人間だっていう風に指摘を受けたりとか、あとは母の葬式が終わった翌日に新しい恋人を作って海水浴に行って遊んでたりとかして、そこら辺が指摘されて、この人はやっぱ人の心を持ってないみたいな感じになんかそういう風に指摘されていくんですよね。なのでその殺人っていうことに対してもちろん、罰は与えられるんだけども、どれぐらいの罰を与えたらいいかっていう話になってきて、情状酌量を認めるのか、それとも死刑を要求するのかっていう話になっていくんですけども、その殺人を犯したから死刑っていうよりかは、この人自身が人の心を持ってない残虐な人間だってことで、死刑が決まっていくような風にどんどん書かれていくんですよ。そこら辺がね、僕にとってはね、ちょっと、考えさせられる内容だったんですけども、もう一個ね、考えさせられる内容としては、その裁判の様子をね、主人公目線で描いたシーンがあるんですけども、法廷の中に、たくさんの人がいたと。で、いよいよ判決がね、言い渡されるっていうなった時に、みんながね、じっとその、判決を言い渡す裁判長の方を向いてるんだけども、その時の主人公の気持ちっていうのが、本質をついてるのか今日ついてるのかよくわかんないんだけども、今みんながすごい注目してる自分の判決に対してすごい注目をしてるけども、その判決が関係してくるのは、この法廷内いっぱいたくさん人がいる中で自分にしか関係がないことだと。自分が、その刑期何年なのか、それとも死刑なのか、そういう判決が言い渡されるのは、自分にしか関係がないことだと。こんだけ法廷内にこんだけ人がいるけども、結局のところ、それに関係してくるのは自分だけなんだよなっていう風な、描写がね、そういう心情が書かれてて、確かにって思うんですよ。人の判決云々って確かに言っちゃえば全然関係ないし、その判決によって自分もその不利益とかを被るわけじゃないのに、その判決をみんながね、一生懸命聞き入ってるっていうシーンがね、主人公目線から見るとそう見えてくるっていうのが、面白くて、そんな感じでね、主人公がね、ちょっとずれてるような、やっぱりね、この主人公のね、行動がね、よくわかんないんですよ、僕にとっても。だから主人公に感情移入もできないし、主人公がどんな考えを持ってるのかもやっぱりわからない、結局のところ。なんでそのじゃあ殺人に至った経緯もいっぱいあるんですけども、なんでそこで殺人したんだろうっていうのもやっぱりわからないんですよね。で、いざ裁判にかけられても、あたかも自分のことじゃないかのような、法廷内熱いなとかっていう風な、心情とかもいっぱいあったりとかして、なんかね、主人公のことを、思いやることもできないっちゃできないし、かといってじゃあ、周りの人みたいに死刑だって、この人は残虐だっていうのも、なんかやっぱり違うなっていう風に感じるんですよ。で、おそらくね、そういう主人公において、何かをね、多分その時代の人々何かを訴えかけようとしたんだけども、ちょっとね、今の現代の僕だと、何かよくわかんなかったので、わかる人いたら、コメントで教えてほしいなと思います。はい、それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。